こんにちは、上田です。今回も前回と似たようなことなんですが、これも良くない思考でもあり、当然関わるべきではない人の思考でもあるんですが、もちろん成長できない人の思考でもあって、それをもっと深く説明すると、前に話したダメな思考について、自分の失敗を全く理解できないってことで、なおかつそういう人ってのは、自分自身を全く疑わないから、間違ってる状態が普通と考えてしまってるんですね。簡単な例を出すと、世の中には友達とか仲間とかを全然作れない人がいるんですが、それもどんな場所でもどんな年齢でもできないって人がいて、そういう人ってのはいろんな理由があったとしても、思考とかマインドに何か問題があるからそうなってしまうんですね。しかしそういう人ってのは、友達がいないことが普通とか、友達なんか必要ないとか、勝手にそう考えてしまってるんだと思います。友達がいないだけならまだしも、思考に欠陥がある人ってのは、明らかにおかしな状態が普通と考えてしまってるんですね。それはそもそも思考の基準値がおかしいですよね。なんせ気づかないっていうか、自覚性がないんですよね。単に頭がおかしいとか頭が悪いとかではなくて、思考の基準自体が最初からずれてしまってるんですね。またそれが15歳ぐらいから20歳とか若い年齢で、あまり社会経験がない年齢なら仕方ないっていう場合もあるんですが、しかし40歳とか50歳とかそんな年齢でも孤立してしまう人も結構たくさんいるんですよね。前も話したけど、そういった長い時間が経過してるのに全然成長しないんだったら良くないですよね。普通に考えておかしいですよね。今までも話してきたけど、長い時間が経過しても、年齢を重ねたとしても全然成長できない人もいます。思考の基準以前に、それは最悪のケースですが、また思考自体が最初からおかしい人ってのは、なかなか教えにくいんですよね。どんなことでも。間違ってることを間違ってると、なかなか教えにくいんですよね。そもそも教えることも簡単なようで難しいことで、友達がいないと困るってことでも、教えようと思っても教えにくいですよね。友達はいなかったとしても生きていけないことはないから、どうやって教えたらいいかって考えたら難しいですよね。これは基本的に教えること自体が難しいことなので、自分で理解ができないと教えるのは困難だと思います。自分では全然理解しようとしないっていうのもダメな思考の特徴ですね。思考の基準がおかしくて思考範囲が狭いし、間違った状態が普通と考えてしまって自分で理解しようとしない、そもそも自覚がない、これら全部ダメな思考の特徴になりますね。関わるべきではない人間の思考っていうのは、解析をしてみるとこれほどいろいろ性質や特徴があるんですね。また普通に考えてこんなことをわざわざ全部説明できないですよね。こんな説明を全部するのは難しいですよね。友達を作れないプロセスを全部噛み砕いて教えるとか、そんなことを相手が子供だったらまだしも40歳の大人とかにできるはずがないですよね。それにそんな親切な人いないですよね。極端に思考が悪い人だったら教えにくいですよね。もちろん全員がそんな人ってわけではないけど、間違った状態が普通で当然と考えてしまったら教えることができなくなってしまいますよね。なので、こんな感じの開き直ってるような人がいたとすれば、距離を空けた方がいいと思います。そういった人とはそれしか方法がないし、こんな人が学校の先生だったり会社の上司だったりした場合は、学校でも会社でもやめた方がいいと思います。本当に思考がおかしい人と関わると、関わる側も困るので、
そういった人がいたとすれば、距離を置かないといけないんですね。個人的にこれは最も困ったことの一つでもあります。私自身が最も後悔したことの一つでもあります。本来関わるべきではない人と関わってしまったこととか、個人的なことではあるけど、最も後悔したことの一つでもあります。ただやっぱりこれは本当に誰しも経験することだと思います。結婚しても離婚する人もたくさんいるし、それも日本限定というわけではないです。その理由はやっぱり最初から会っていない人と結婚してしまったっていうのが多いと思います。それほど本来関わるべき人とか選ぶ人を間違ってしまうと、人生が狂ってしまうこともあるほど大事なことなんですね。思考がどうとかそれ以前に、関わるべき人をしっかり見極めるってことは一生が左右するようなことでもあるので、それぐらい本当に大事なことなんですね。それでまたそういったことにもある程度高度な思考が必要になります。それでは今回はこれで以上となります。それではまた。